ねえ古墳さん、ちょっと聞いてよ。最初にアメリカに到達した人は全員北海道出身、みたいなネット記事を見たんだけど、マジ？おいおい、弥生さん。全員、は言い過ぎだが、あながち間違いじゃないニュースだぜ。嘘？また古墳さんの悪い冗談でしょ？いやいや、2025年にサイエンス・アドバンシスという、超一流の科学誌に発表された論文の話だ。最初のアメリカ先住民の起源に関する新説、だ。どんな説なの？簡単に教えて。北米大陸に最初に渡った人々が持っていた技術、そのルーツが北海道にある可能性が高いんだ。北海道って、カニとスキーの？そうだ。正確には PSHK 地域、と呼ぶ、コサハリン北海道千島列島のことだな。なんでそんな北の果てがアメリカと関係あるのよ。それが今回の動画の最大のテーマだぜ。今日は北海道の遺跡の具体的な事例も交えて、この驚愕のミステリーをたっぷり解説するぜ。日本の考古学が世界を動かすのね。詳しく聞かせて、よろしく頼むわ。まずは、これまで教科書で教えられてきた定説を、おさらいしておこうか。弥生さんも知ってるだろ？もちろんよ。氷河期で海面が下がって、シベリアとアラスカが陸続きになってたのよね。その通り。ベーリング陸橋、ってやつだな。この陸地全体をベーリンジアと呼ぶ。人類はここを歩いてアメリカ大陸へ渡った。で、そこでしばらく暮らしてたんでしょ？そう、ベーリンジア、スタンドステル仮説、だ。アメリカに入る前に、ここで数千年間足止めを、食らって、独自の進化を遂げたと言われてきた。完璧なストーリーじゃん。何が不満なの？ストーリーは完璧だが、証拠、がないんだよ。もし数千年も人が住んでいたなら、遺跡が出るはずだ。でも、ベーリンジアには14500年前より古い遺跡が、全然見つからないんだ。まっさらなんだぜ。数千年もいたのに？一方で、北米大陸の南側からは16000年前とか、下手すると2万年前の遺跡が次々見つかっている。通り道に人がいなくて、目的地にだけ人がいる。どこでもドアでも使ったのかしら？そこで研究者たちは考えた。通り道、の前提が、間違ってるんじゃないか？もっと別の場所から来た？さらに決定的なのが、石器のデザイン、の違いだ。シベリアやベーリンジアの人々は、採石人を使う。カミソリの刃みたいな小さな石器よね。そう。これを骨の溝に埋め込んで槍にする。ところが、北米の最古の遺跡群 AUP からは、この採石人がほとんど出ないんだ。代わりに出てくるのが E コップ、だ。E コップ？ロボット警官？違う。楕円断面オージャイブ戦闘機の略だ。ロケットのような流線形で、断面が平たい楕円形。両面をきれいに加工した頑丈なこの刃型の槍先だ。採石人とは全然違う形なのね。ベーリンジアには E コップがない、北米には E コップがある。じゃあ、この E コップの技術は一体どこから来たんだ？そこで地図を広げてアジア側を探してみると、あったんだよ。日本の北海道に。おお、ついに北海道の出番ね。2万年前、北海道は島じゃなく PSHK 半島の一部だった。アムール川河口からサハリン、北海道と続く、巨大な半島だ。ここが E コップのふるさとだ。具体的な証拠を見せよう。北海道遠軽町の奥白滝一遺跡。ここは黒曜石の聖地、とも呼ばれる場所だ。1997年と2000年に発掘調査が行われた。なんと約83万点もの石器が出土したんだぜ。80？石器工場じゃないの。まさにその通り。特に石器集中部53という地点が重要だ。ここから出た戦闘機の年代は約21400年から19800年前。アメリカの遺跡よりずっと古いわね。そして形を見よう。中子がついた。立派な E コップだ。これがアイダホ州の石器と、まるで双子のようにそっくりなんだ。2万年前の北海道で、すでに完成してたのね。長い白片、ブレード、を加工して作る高度な技法だ。もう一つ紹介しよう。北海道白滝村の服部第二遺跡。ここも1998年から発掘された大遺跡だ。石器集中部39からは約1万6000年前の石器が大量に出ている。もちろん E コップも含めてな。北海道には、そんな古い遺跡がゴロゴロあるの？ああ。北米の最古の遺跡と同時代か、それ以上に古い。E コップの遺跡が北海道には確実に存在するんだ。ベーリンジアが空っぽなのに北海道には証拠が満載。どっちが起源か、もう分かってきただろ？さて、舞台をアメリカに移そう。証拠の受け手側だ。アイダホ州にあるクーパーズ・フェリー遺跡。ここは北米最古級の1万6000年前の遺跡だ。さっきの服部大遺跡と同じくらいの時期ね。ここの地層 LU3
から出土した石器群がすごい。北海道のイーコップと寸法も作り方も完全に一致。まるで北海道の職人がその場で作ったみたいだ。でもアイダホってかなり内陸でしょ？どうやって行ったの？飛行機？そこで太平洋沿岸ルートの出番だ。彼らは海を渡る海洋民だったんだ。氷の壁に閉ざされた内陸じゃなく、豊かな海沿いを船を使って南下した。これなら短期間で移動できる。船があったの？旧石器時代に？日本列島では3万年以上前から、神津島の黒曜石を船で運んでた実績がある。彼らにとって海は道だ。コロンブスより2万年も前に太平洋を制覇してたんだぜ。ちょっと待って古墳さん。まだ納得いかないことが、北海道の遺跡には採石人もあるんでしょ？なんでアメリカにはイーコップだけ持って行ったの？鋭いな弥生さん。それが最大の謎だった。実は、北海道でも奥白滝の時代2万年前には、イーコップと採石人は別のセットとして存在した。採石人は、極寒の地で少ない石材をやりくりする、冬のサバイバル道具、だったんだ。でも、アメリカへの海岸ルートは環境が違う。気候は比較的穏やかで、良い石も手に入りやすい。だから彼らは、面倒な採石人作りを捨てた。そして、頑丈で信頼性の高いイーコップ一本に絞ったんだ。なるほど。環境適応、で持ち物リストを変えたのね。そう。北海道でも後に温暖化すると採石人は消える。アメリカへ渡った人々はその先取りをしたんだ。つまり、こういうことだ。2万年前に北海道周辺で、イーコップ技術を発明した人々が海を渡ってアメリカへ。彼らが最初のアメリカ人、ファーストアメリカンの直接の祖先になった可能性が極めて高い。じゃあ、彼らは縄文人のご先祖様？いや、そこは複雑だ。遺伝子の研究によると、彼らは縄文人とは別のグループらしい。縄文時代よりずっと前に分かれた幻の集団、かもな。でも、北海道が彼らのふるさと、だったのは確かだ。いやー、面白かった。北海道の地面の下に、そんな壮大なドラマが埋まってたなんて。考古学は日々進化してる。これからの調査で、もっとすごい事実がわかるかもしれないぜ。今度北海道に行ったら、遺跡巡りしてみようかな。熊には気をつけろよ。それじゃあ、今日はこの辺で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。